はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、こちら、PXN の P5-8K っていうね、コントローラーをレビューしていきたいと思います。めちゃくちゃ速いっていうね、ことで、国内外で話題になっているコントローラーになってます。8K っていうのはね、一体何のことかっていうと、なんと、ポーリングレートが 8000Hz ってことなんですよね。ポーリングレートもついにそこまで来たかっていう感じなんですけど、実際問題、ポーリングレートっていうのは割とね、どうでもよくて、遅延の値っていうのがどのぐらいね、小さいかっていうことの方が重要かなって私は思うのでですね、そちらの方も計測してきました。すべてもうね、検証を終えてるんですが、結論から言うとですね、こちらのコントローラー爆速です。はい。で、もうね、速すぎて、現状の計測方法では遅延を計測できないぐらい速いっていうね、そんなコントローラーでした。速いだけじゃね、コントローラーとしてはいろいろね、必要なね、いろんな機能っていうのがあるかと思うんで、そういうところ含めてね、見ていきたいと思います。はい、それではね、サクッと、PXN P5-8K のスペックをモノルの方でチェックしていきたいと思います。対応機種は PC、スイッチ、iOS、Android で有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しています。スティックの重さは 75g フォースということで、純コンと同じね、重さでした。背面4ボタンがついていてですね、遅延の値っていうのは有線で 0.5 ミリセカンドでした。この値っていうのはね、ちょっといろいろあるのでですね、後で詳しく見ていきたいと思います。トリガーストップ機能っていうのがついていてですね、ボタンにはならないね、ストロークが短くなるだけのタイプのトリガーストップがついてます。ポーリングレートっていうのは実測値で 7074Hz、無線だと 7576Hz っていうね、値でした。スティックの、レスポンスカーブはノンリニアで、ジャイロセンサーを搭載していてマクロ機能っていうのにも対応しています。本体重量は 215g でした。でね、このスティックなんですが、通常のホールエフェクトや TMR とかね、そういうスティックでもなくですね、もちろんポテンショメーターのね、接触式センサーのスティックでもないです。Equipped with Third Generation KSG ジョイスティックっていうね、書いてあります。これね、何のことかなっていうとですね、これね、静電容量方式のね、センサーを使ったですね、スティックっていうのが搭載されているっていうことです。今までにないね、ポテンショメーター、ホールエフェクト、TMR ってきて、今度はね、ついに静電容量タイプの、センサーを使ったスティックっていうのがついにね、搭載されたってことです。一般的に静電容量タイプっていうのはそこまでね、そんなスピードが速くなかったりとかしてね、TMR の方がいいって言われてたりはするんですが、そのあたりね、実際の操作感とかでね、違いがあるかっていうのもね、見ていきたいと思います。はい、というわけでね、本体の方をじっくりとちょっと見ていきたいんですが、まずね、特に背面ボタンですね、この、よくあるですね、ベイダー4とかね、フライディッシュ製品にあるようなタイプのね、背面4ボタンになってます。内側がちょっと押しづらいっていう形ですね。で、ボタンはタクトスイッチになってます。トリガーストップ機能はですね、通常時のストロークがこのぐらいです。ややね、柔らかくて、ちょっとストロークが短いね、トリガーになってるかなって思います。トリガーストップをオンにすると、このぐらいのストロークになります。ストローク量はちょっと大きめかなっていうんで、FPS ゲームにはちょっと物足りないトリガーストップだと思います。はい。で、その他ですね、ABXY ボタンはメンブレンですね。十字キーが、これはタクトスイッチになってます。はい、他のボタン類は LB、RB がタクトスイッチですね。はい、それぐらいですかね。パッと持った重さはね、すごく軽くて、でね、この見た目の質感をちょっとね、チェックしていただきたいんですが、かなり安っぽいです。正直言ってね。私ね、この製品ですね、はい、アリエクスプレスで6230円ですかね、クーポン使ってちょっとディスカウントされて、6230円ってことで、入手したんですが、ちょっとね、これ、安っぽすぎるかなっていうんで、最近のね、コントローラーとしてはね、かなりチープな感じがするかなってとこです。ただね、静電容量のスティックっていうところと、8K ですね、のポーリングレートっていうところでね、先ほども見た通り、遅延がめちゃくちゃ速いってことを考えるとですね、この6000円台でこれだけの性能がいいコントローラーが手に入ると思うとね、多少ね、外観チープでもいいかなっていう気はします。はい。ボタンの押し感はね、そんなわけで、基本的にはね、普通かちょっと劣るかなっていうね、感じの押し感なんですが、十字キーだけはね、なんか優れてるんですよね、このコントローラー。
後でねちょっと分解して中見ていただきたいと思うんですけど、すごく凝った十字キーになってます。なんかねこう 8K のポーリングレートだったりね、スティックだったりこの十字キーだったりっていうね、お金をかけるところにはかけてね、削ぎ落とすところをもう削ぎ落としまくったコントローラーって感じですね。ハイエンドなね、いわゆるフラッグシップモデルとかっていうものではないので、こういうね割り切ったね取捨選択した機能っていうのをね持たせてるコントローラーっていうことで、そこはね結構好印象かなと思いました。はい、それでね、こちらのね PXN-P5-8K ですけど、基本的に中国のねサイトからしかねファームウェアっていうのがダウンロードできませんでした。はい、こちらのサイトのねこの手柄保険って書かれたやつをですねクリックするとですね、はい、このように PXN-P5-8K のねファームウェアが出てきます。 V0.28 っていうことですね。日本語に翻訳してみるとですね、いろいろ書かれてます。例えばですね、受信機ファームウェアってところで USB ドングルのね、接続プロセスを最適化したとかあるんで、結構ね、遅延の方にも影響があると思いますので、こちらね、アップデートするのがいいかなと思います。ただね、中国のサイトからね、エグゼファイルをダウンロードして実行しなければならないっていうことで、かなりハードルは高いと思います。はい、ダウンロードして実行するとこのようなね、画面が出てきます。こちら、一番左のモードにねしてあげてですね、優先接続モードにしてあげるとですね、このように、現在のバージョンと、最新バージョンっていうのがね出てきます。今ちゃんとね 0.28 にアップデートされてます。USB ドングルの方もですね、PC に挿してで、USB ドングル接続したらですね、更新するっていうことができました。なので、以降のね、検証とかはですね、こちらの 0.28 っていうね、バージョンのファームウェアで行っています。はい、それで早速ですね、遅延計測のためにね、分解をやってきました。分解はね、すんごくやりやすくてですね、結構ね、簡単に外せる、コントローラーかなと思いました。中の基板もすっきりしていてね、特にね、分かりづらいとこはないかなと思います。1本だけ、外してはいけないネジっていうのがあってですね、それを外すと十字キーがバラバラになるっていうことで、私はね見事バラバラにしてしまいました。だいぶね分解してきたんですが、こちら、ここのね十字キーじゃない、そうですね、ここの十字キーなんですけど、普通のねこういうすごく薄っぺらいタクトスイッチでね、これだけだとかなりね押し心地悪くなるっていうんでね、こういうちょっと特殊なパーツが、はい。これね、一個一個これボタンがここ外れるんですよね。こういう風に浮くようになってて、で、これがね、この十字キーのところにかぶさってて、で、これをね、なんていうんですかね、押すと、このね、こっちのところが押されるっていうね、この、なんかすごく複雑な十字キーになってます。後でね、ちょっとスト6の検証とか見ていただくんですが、この十字キー本当にね、押しやすくてすごく良かったんで、なるほどなっていうね、すごい凝った作りの十字キーになってました。タクトスイッチでもね、こんな風にすれば、触り心地のいいね、斜め入力もしっかり入る十字キーがね、実装できるということでね、面白いですね。はい、こっち側からね、こうやって止めてあげないとね、部品がバラバラになっちゃうんで、この十字キーのね、パーツはこうやって止めてあげるとですね、こういう風になってますね。ここが押されて、ボタンになってるっていう感じです。こっち側もわざわざね、4本もネジ使ってね、この十字キーはめちゃめちゃ金かかってますね。こんなコスト高の。これだったらなんか普通にマイクロスイッチとかね、メンブレンとかでいいような気もしなくはないんですけど。すごい凝った十字キーになってますね。はい、それでね、こちらがね、肝心の最新のね、K シルバー製ですね。K シルバーっていう風に書かれてますね。最新の JL16 っていう静電容量センサーを用いたスティックモジュールっていうことになります。K シルバーのウェブサイトに行くとですね、トップに初の静電容量ジョイスティックっていうことでね、宣伝されてます。これですね、全く同じものがね、採用されているってことがわかりますね。センタリングがさらに安定してですね、さらにね、精度が高いっていうことをね、謳っているようです。ちょっとね、外せるとこまで外して中身もね、見ちゃいましょう。
はい、中のスティックはね、ちょっと外しちゃったんですが、スティック外したらこんな風にね、上下と左右の、センシング部分っていうのが入ってました。これはね、ちょっと今までのね、センサーっていうかね、ジョイスティックではあんま見られなかった構造になってますね。で、ここがね、3箇所接点が1、2、3箇所接点があってですね、これがこちらのね、基板にあるですね、3箇所の接点それぞれに触れて、で基板側でね、さらに何かしらの処理を行ってですね、普通のね、この 6P のね、ところに電流を流しているっていう形になってます。基本的にね、こちら側にはね、電極しかついてないっていうのがね、面白いところかなって思いますね。これが回転するわけですから、一体ね、この回転する物体をどのようにしてね、センシングしてるのかっていうのはいまいちよくわからないところなんですが、どこがどうなってんのかな。ここにあるこの扇形の物体が、扇形のね、ここにね、扇形になってるのがわかるかと思うんですが、これがね、動くことによって、静電容量が変化して、それでね、センシングできるっていう仕組みのように見えます。すごいですね。これだけの仕組みでね、あれだけ正確なね、値が読み取れるっていうのも面白いなと思いますね。はい、こちら側のね、ガイドの方のセンサーはやっぱりね、こういう扇形のね、このガイドの方にこの扇形がついてて、それでね、こう静電容量を変化させて測ってるってことで、こうね、左右1箇所の接点っていうのと別にこの2箇所接点があるっていうことでね、こっち側とこっち側のね、方はね、それぞれで、おそらく静電容量を測っててですね、この扇形がね、ずれると片方が減って片方が増えるっていう形になるはずなんで、それで、位置を割り出しているっていう、そういうようなセンサーの仕組みになってるみたいです。私この辺全然詳しくないんでね、結構想像で言ってるんで間違ってたらね、コメントで教えていただけたら嬉しいです。結構ね、分解してみて思ったんですけど、確かにね、こういう基本タクトスイッチでね、あんまりね、そんなコストがかかるような部品っていうのは使われてなくて、やっぱりね、側もすごいプラスチック感強くてね、低コストなコントローラーなのかなって思いきや、こういうところがすんごいお金かかってるっていう、ちょっとね、ちぐはぐな感じはちょっとするようなコントローラーですね。8K ポーリングレートとかね、なんかね、ところどころ尖りつつ、基本的には安いコントローラーの作りっていうね、不思議なコントローラーですね。そしたらね、ちょっと遅延検証の方ね、やるために分解、エンブレンでやろっかな。ちょっと遅延検証をやってきます。はい、PXN P5-8K の、遅延の測定終わりました。早速ね、最新バージョン28の方のね、遅延っていうのが出てきたので、こちら見ていきましょう。これ X インプットモードのね、遅延計測で、有線接続、無線ドングル接続で、このね、平べったいのが Bluetooth 接続になってます。ちょっとね、これよくわからないグラフになっちゃったので、平均見ていくとですね、有線接続 0.53 ミリセカンド、無線ドングルが 2.61 ミリセカンド、Bluetooth が 20.12 ミリセカンドっていう値でした。でね、これね、このね、有線と無線のね、接続、これ多分この値よりも速いと思います。このね、今回使った、GPDL という計測方法だとですね、最小単位が 0.5 ミリセカンドからなんですよね。なんで、0.5 ってね、もう張り付いちゃってるんで、おそらくこれよりも速い、遅延の少なさが、出ているっていうことになると思います。無線ドングル接続でもね、ちょっとね、もうちょっと早いんじゃないかなってちょっと思ったりしてます。ただね、もう両方とももはやね、体感とかそういう話じゃなくてですね、もうね、いかに理論値に近づけていくかっていうね、そういうのを戦ってる世界になりつつあるということで、もうね、これ以上の速いコントローラーっていうのは、正直必要はないかなとは思います。ただね、もうね、安心感が段違いですよね。やっぱりこういうね、速いコントローラーを使えば、そういう余計なことを心配しなくていいっていうところでものすごくいいですね。で、無線ドングル接続の最大値も 4.2 ミリセカンドってことで、もうね、下手なコントローラーの有線接続より全然速いです。なんで、無線でも全然、もうね、どんどん無線で使っていった方がいいコントローラーっていうぐらいな、
感じですね。ポーリングレート 8K っていうだけであればですね、他のコントローラーでもね、実現できるかなと思うんですけど、ちゃんと遅延も少ないっていうところが、このコントローラーがね、本当にいいコントローラーだなって思うところですね。はい。で、他のね、接続方法もいろいろと見てきました。スイッチモードでね、有線ケーブル接続した場合は 11.14 ミリセカンドということで、ちょっと遅くはなってしまいます。他のところで特に見るべきところっていうのはないかな。そうですね。はい。こんな感じの、計測結果となりました。爆速コントローラーって言って間違いないと思います。はい、それで、スイッチ接続時のね、遅延っていうのも測ってきました。有線の方が速くてですね、0.09 フレーム遅れということで、かなりこれは速い方のコントローラーっていうことになります。無線の方がね、遅かったっていうことですね。最速の座は残念ながらね、スイッチでは得られなかったっていう結果となりました。はい、そしたらジャイロのテストやっていきたいと思います。めちゃくちゃ性能いいですね、これ。全然上下にぶれないですね。このジャイロは結構いいんじゃないでしょうか。はい。これは、かなりいいジャイロな気がします。スイッチ接続の遅延もかなり少ないということで、これだけね、ジャイロしっかり動いてくれたらいいかもしれないですね。はい、それでこちらはスティックカーブになります。結構ね、スムーズな曲線になっていてですね、S 字をちょっと描いているような感じになってました。高感度に見えるんですがね、この中立付近低感度になってました。で、10% ぐらいっていうところで、これならね、あまりね、感度いじらなくても使えるかなと思います。それでですね、問題のね、リニア化っていうところなんですが、一応ね、アプリ、Android の方のね、アプリで、カスタムカーブが使えたのでですね、何回かやってみたんですが、これがね、全くこのコントローラーに反映されませんでした。で、実はね、これ2台目なんですけど、1台目でね、反映されないから不具合かなと思ってね、2台目も購入してみたんですが、残念ながら2台とも反映されませんでした。というわけで、このコントローラーね、カスタムカーブの設定っていうのはね、できないっていうことですね。一応 Steam 入力でね、設定することっていうのはできるんですが、この感度だとね、ちょっとね、Steam 入力でいじるっていうのがあまりね、うまくいかないと思うので、今回はね、リニア化っていうのはちょっと諦めました。ただ、これぐらいの感度であれば、使ってはいけるんじゃないかなと、そのままでもね。ということで、APEX とかね、普通にこの感度でランクを回したりしてきました。はい、というわけで Apex Legends のランクですね。ちょっとね、これ、1シーズン前の時のね、ランクになります。実はね、結構前からこのコントローラーは入手していてですね、検証をやってたんですが、例のね、スティックカーブがいじれないっていうので、ね、もう1台買うとかしてね、だいぶ、時間がかかってしまったってところですね。で、触ってた感じね、確かに低感度さっていうのは感じるんですが、結構ね、この感度カーブであればですね、ゲーム内全然問題なくゲームしていけるかなっていう風に感じました。はい、ここね、もうなんか殴り合いのね、喧嘩かっていうぐらいね、もうお互いボロボロになりながら戦っていた初動ファイトになるんですけど、はい、こんな状態でね、もうね、これはやべえなって思いながら戦ってたんですが、なんとかね、はい、勝つことができたって感じですね。はい、続いてですね、Call of Duty Black Ops 6ですね。こちらもね、Apex Legends と同様ですね、結構ですね、エイムはしやすかったですね。あんまり感度が低いという感じはしなくてですね、割とね、狙いたいところにしっかり狙っていけるかなという気がしました。でね、ホールエフェクトとか TMR との違いを感じるかって言われるとですね、結構難しいなって思うんですよね。そこがね、どう違うかって言われても、ちょっとね、感度の違いぐらいしか私にはちょっとわからないですっていうのがね、正直なところです。ただ、レスポンスカーブを測っていた時はですね、相当このね、静電容量のセンサーっていうのはいいなっていうふうには感じました。
フォールエフェクトとかね、TMR とかね、あと特にね、ポテンショメーターのスティックとかはですね、行きと戻りで、ね、スティックを倒していくときと、倒したところから戻ってくるときのね、スティックのね、値っていうのが結構変わったりすることが多いんですよね。で、そういう時にどうするかっていうとですね、基本的には戻りをね、私は使うようにしているんですけど、静電容量センサーのスティックはそういうのがなくて、そこがね、精度が高いって言えるんじゃないかなっていう風に感じました。はい、というわけで、ストリートファイター6ですね、十字キーと APXY ボタン、ちょっと検証していきたいと思います。結構ね、十字キーの斜めボタンっていうところはね、入りやすいかなって気がします。ちょっとね、力を入れずに入れると、こういう感じでね、斜め抜けしてしまうんですけど、しっかりこう、ちょっとね、しっかりめにやれば入るかなってところで、さすがにね、タクトスイッチの十字キーなんで、ちょっとね、癖はあるかなってところですね。ABXY ボタン、ネンブレンでね、ストロークはやや深めで、ちょっとね、硬めなんで、少しね、入力しづらいっていう気がします。そうですね、この ABXY ボタンの方がね、十字キーは結構いいんですけど、ABXY ボタンの方がちょっと遅れたりすることがね、結構多いかなって気がしますね。でもね、これ、かなり格ゲーには向いてる方のコントローラーかなって気がします。全然ね、使っていけると思いますね。さすがにね、マイクロスイッチのこう ABXY ボタンとかね、そういうのと比べるとですね、かなり、このね、ボタン類っていうのはちょっとね、押しづらいかなっていうとこあるんで、一線級とまでは言えないんですが、この知恵の少なさっていうのをね、考えるとですね、これをあえて格ゲー用に選ぶっていうのももしかしたらありなのかもしれないですね。はい、それで最後に、アナログトリガーと振動機能のテストのためにアセットコルサをプレイしてきました。まずアナログトリガーなんですが、やっぱりちょっとねストロークが短いっていうのと、ややね、こうトリガーの反発力が弱いっていうのでスカスカ感があってですね、ちょっと操作しづらいなって思いました。アクセルをちょっと踏みすぎるとかね、そういうブレーキをちょっと離し遅れるとかね、そういうことが結構あったっていうのが、ありました。このトリガーはね、正直ちょっとあんまり良くなかったかなっていうふうに思います。トリガーストップもね、いまいちストロークが短くならないっていうところで、ここはね、もう少しね、頑張ってほしかったなって正直思ってしまいました。で、振動機能に関してはですね、結構優れてました。やや荒削りかなっていう気はするんですが、解像度面でね、ちょっと、もうちょっとね、尖りが欲しいなっていう振動があったりはしたんですが、かなり、小さな振動もね、しっかり拾ってくれて、で、迫力あるね、大きな振動っていうのも伝えてくれるので、結構ね、振動機能は優れているかなっていう風に感じました。この辺りね、ファームウェアアップデートでも改善が入っていたので、結構ね、頑張って、よくしていってるのかなっていうところですね。で、レーシングゲームに関してはね、ちょっとスティックの低感度差っていうのが、気になったところもあったりはしましたね。ちょっとハンドルが切り遅れるところとかもあったイメージです。そんなわけでね、6周ですか、ちょっとね、いつもよりは走り込んでる感じになったんですが、それで、タイムの方が1分47秒262っていうことでね、悪くないタイムを出すことができました。はい、以上ですね。PXN P5 8K をレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。
めちゃくちゃね、惜しいコントローラーだなっていうのがね、私の感想ですね。スティックのね、レスポンスカーブがアプリで切り替えられたらね、かなり良かったんですが、残念ながらそれはできなかったっていうところで、ちょっとね、普段使っていくにはね、ちょっと厳しいコントローラーだったかなっていうのが、まあ私のね、普段遊んでるゲームでの感想でした。ただね、この速さっていうところとね、十字キーの良さっていう、このね、2点についてはですね、すごくいいところがあるコントローラーかなっていうんで、かなりこれがね、合うよっていうね、方もいらっしゃるんじゃないかなっていうね、そんな気がするコントローラーでしたね。はい、今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは私はですね、こちらのモノルっていうウェブサービスの管理人もやっています。今回ご紹介した PXN-P5、8K のいろんなスペックのデータとかですね、レスポンスカーブなんていうのも載せています。他にもね、いろんなコントローラーのデータとか、レスポンスカーブとかね、一通り載せているのでですね、ぜひ、参考にですね、見ていただけたら嬉しいです。口コミを書き込む機能っていうのもあるので、ぜひね、皆さんお持ちのコントローラーの口コミを書いていってくださったら嬉しいです。すごくね、口コミたくさん書いていってくださっててですね、もうすでに40件を超えるっていうね、形になっていて、本当にありがとうございます。ぜひぜひですね、この一件一件の口コミがすごく力になるので、よかったらですね、口コミ書いていってくださったら助かります。ぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。